街の至るところで傷病者がたくさん出ていて、その対応でパニックが起きているというようなことは可能性が高いと思います。消防の救急活動というのはほぼ機能停止状態に陥ると。こんにちは。自然災害についての防災教育を研究している池田正樹と申します。今日は地震防災に関する質問にお答えします。This is 地震防災サポート。最初の質問です。地震が起きたとき、最初にしなければいけないことは何ですか？まず一番最初にやることは、ご自身の身の安全の確保ということになります。具体的には、身を低くして、頭部とか、首の後ろですね、それから耳とか目とか、そういう大事なところを、守るようにダンゴムシのポーズの姿勢をとります。そしてその状態で上から落下してくるものや横から移動してくるものから身を守るために机の下に隠れたり周囲に倒れるものがないような広い場所でそのままじっと揺れが収まるのを待つということになります。揺れが収まったらまず火を使っていれば火の始末をしましょう。それから自宅から出口までの避難経路を確保するためにドアを開けたりすることが必要です。普段から持ち歩いた方がいいものは何ですか？スマートフォンなどを充電することができる携帯用のモバイルバッテリーやそれからかさばらないものとしてはホイッスルや携帯用の懐中電灯が対象になってくるかと思います。ホイッスルは万が一どこかに閉じ込められてしまったり生き埋めになった時に周りの人に気づいてもらう救助を要請するために使う想定になります。それから忘れがちなのは現金です。最近は電子決済も増えてきていますが、災害時にはこの電子決済ができない状態になることも考えられますので、多少はお財布の中に現金を入れておいた方がいいかもしれません。防災グッズはどこに置いておけばいいですか？非常用の持ち出し袋、非常時に持ち出すものについては、玄関やベランダの付近など、自宅から屋外に避難するときに迅速に持ち出せる場所に置くというのが鉄則になってくるかと思います。自宅から屋外の避難路一つではなくて複数用意しておくとよりいざという時の対応が取りやすくなるかもしれません。これとは別にホイッスルや懐中電灯、靴などは寝室にも置いておくといいと思います。靴はガラスなどが飛散していて移動が危険な時のために必要になります。非常用持ち出し袋の中身としては3日間程度自宅以外の場所で一時的に生活を送るために必要な日常生活必需品を入れることが必要です。栄養補給食などの簡易食料、エネルギーバーみたいなものですね。こういったものや小型の飲料水のボトルなどがあります。特に大事になるのは携帯用の簡易トイレです。可能な限り非常用持ち出し袋の中に入れておくと良いと思います。普段からキャンプに行くような気持ちで3日間の生活の中で何が必要になるかということを考えて用意しておくといいと思います。非常用持ち出し袋や備蓄品のリストは国などの公的機関が作っているチェックリストを参考にしてみてください。特に東京都が行っている東京防災のウェブサービスの中には備蓄ナビというものがあり、家族構成を入力すると必要な備蓄品の品目と数量を具体的に提案してくれます。次の質問です。断水した時のトイレの正解は？避難生活で一番困ることの一つにトイレ問題があります。季節のトイレ、建物に最初からあるトイレが使えないことを前提に考えておくことが大事です。簡易トイレという防災グッズが市販のものであったり公的な物資支援で届くものの中にありますので、これを使うことが良いと思います。この簡易トイレにもいくつか種類がありますが、例えば季節のトイレの便座やあるいは段ボール箱で作った仮の便座みたいなところにラップ状のものをかけて使用して凝固剤などが中に入っていてその死尿を凝固して袋の口を縛ってそのまま処理できるような形になっているものなどが多くあります。ラップ型の簡易トイレが十分な数あればそれで用を足して
で、ゴミ出し用の袋かなんかに溜めておいて、で死尿の回収って災害時の時には別で普段よりも多く回ってくれたりすると思いますんで、その死尿の回収の集積場所に出しておくみたいなことになると思います。もう家庭でたくさん備蓄しておいた方がいざという時は精神衛生も含めてかなりいいと思います。避難所へ行くか行かないかの判断基準は何でしょうか。この質問の回答としては、自宅での避難生活が難しい場合にはその避難生活を一時的に送るための場所として避難所に行くということが回答になります。ですのでまず地震が起きて最初に身の安全の確保をしますが、その後に自宅の被害状況や家族の安否確認を行います。その中でご自宅での避難生活を続けることができそうであれば、ご自宅にとどまるという選択の方が望ましいです。一方で建物が大きく損傷していたりライフラインが止まってしまっているなどの理由からご自宅での生活を続けることが難しい場合には避難所へ行くことになります。ただし大規模な災害の時には避難所には想定以上の人が集まって混雑することが考えられます。そのような環境では十分なスペースが得られなかったり十分な物資が得られない、あるいはプライバシーが守られないといった不便が考えられます。そういったことを総合的に考えて避難所へ行くことが適切かどうかということを各自で判断してください。避難所の避難者数っていうのは使用する予定のスペースの広さによってだいたい決まるようになっています。体育館の広さであったり、教室を利用する場合はその教室の数だったりっていうことで、ここの避難所には何人まで入れますよっていうふうに決まっていて、それが防災計画、地域防災計画っていうものを見ると書いてある場合が多いです。ただそこに書いてある数を実際調べてみると分かると思うんですが、その対象の地区の住民に対して何%でしかないとか、都市部だと 0. 何%分でしかないというようなことも考えられます。なので可能な限り自宅が安全であれば自宅にとどまった方がより避難生活を過ごしやすいんじゃないかと思います。避難所には何日分の食料が保管されているのか、自治体や施設によりますが、目安として多くの場合は3日分の想定される避難者の人数分の物資が備蓄されるということになっています。ただし想定以上の人が避難してくることも考えられますので、必ず十分な物資が避難所にあると考えてはいけません。そのため個人や家庭で3日分の食料や飲料水を備蓄するということが大切になってきます。また避難所は公的な物資が届く拠点にもなります。しかし物流の状況などによってそういった公的な支援物資がいつ届くのかというのは分かりません。そこにたまたま避難された方が何人になるかっていうのは事前に予測がつかないので、避難者の数に応じたものが届かなかったり備蓄されていなかった時には一旦人数分たまるまで誰かが憎まれ役を買ってみんなに配るのをしばらくストップするということも場合によってはあります。そういった非日常の環境であるということを理解して他の人と一緒に助け合って持ち寄って生活を何とか送るということが大切になります。地震が起きた時、日本で一番安全な場所はどこですか？地震災害に関してより比較的安全な場所というのは地盤が硬い、揺れにくい場所ということになります。どういったところが地盤が硬いのかということについては防災科学技術研究所のウェブサービスで地震ハザードステーション JSIS というものがあります。こちらで全国の地盤の特性、特に地震の揺れが増幅しやすい地盤はどこなのかということを調べることができますので参考に見てみてください。また地震による二次災害の中には地震火災や社会的混乱というものがあります。こういったものは都市部など人口や建物が密集しているところでより被害が甚大になります。こういった都市型の二次災害のリスクを考えた場合には
人口密度の低いところは比較的安全ということが言えるかもしれません。首都直下地震が起こったら都内の人はほぼ助かりませんよね。救急消防の到着時間って想定されているんですかね。都内の人はほぼ助かりませんよねについては、助からないというのは誤りだと思いますが、人的被害が甚大になるということは可能性が高いのではないかと思います。政府が発表している首都直下地震の被害想定というものは平成25年に内閣府が出しているものですけれども、こちらですと死者数が最大となる冬の夕方風が強い場合、つまり地震火災が延焼しやすい状況ということですけれども、この想定だと約2万3000人の死者が出るというような推計になっています。ほとんどの人が助からないっていうような状況ではないです。ですけれども、町の至るところで傷病者がたくさん出ていて、その対応でパニックが起きているというようなことは可能性が高いと思います。消防の救急活動というのはほぼ機能停止状態に陥るということが想定されています。ですから直後の72時間においては自助共助というところでの傷病者対応が中心になってくるかと思います。たまたま居合わせた人が応急手当てをしたり救命措置をしないといけないというような場に出くわすことも十分考えられます。災害時の医療活動はトリアージという考え方が重要になってきて、より深刻な状況の方から順番に対応していくという方針が取られます。このことをよく知っておかないと、自分自身や親しい人が怪我をしていたり対応をしてほしいような状況になっているのに待たされてしまうということに精神的な苦痛を感じてしまうことがあるかもしれませんが、より優先度の高い方から順番に対応していくということが前提になっていることを知っておくことが大事だと思います。次の質問です。10階までのマンションを大地震が襲ったとして一番被害が少ないと考えられる階は何階くらいですか？これは建物の構造によっても変わってきますので一概には言えませんが、建物の構造上1階や2階という低層階が危ないというふうに言われております。一方で高層階というのは長周期の揺れによって大きく揺れてしまうことが考えられますので、構造的な被害、揺れによる被害もありますし、中の家具などが大きく移動することによる被害ということも考えられます。こういったことを合わせて考えると中層階3から5階ぐらいが一番安全ではないかというふうに言われているのですが、これも建物の作りによって変わってきます。特に低層階で駐車場になっていたり商業用の施設になっていたり公共のスペースになっていることで柱の数が少なかったり間取りが広くなっている場合には他の階よりも耐震性が低いということが起こり得ます。やはり車で避難するのは危険なのでしょうか？自転車での避難はどう思いますか？津波からの避難については原則徒歩とされています。東日本大震災の時に津波から自動車で避難しようとした方が多くいたため渋滞が発生してしまったりして移動が困難になったということも報告されています。この津波からの車での避難ということについては東日本大震災以降見直しが進んでいます。広い平野部で近くに高い丘陵地や建物がないようなところでは車での避難でないと安全なところまで移動できないというような地形も存在します。そういった場所では自動車での避難も認められるように事前の防災計画の中で津波避難のためにやむを得ない場合を除きなどと文言が付されている場合があります。宮城県の亘理町というところではその地域ごとに特性に応じて近くの高台や高い建物に垂直に避難するのか、あるいは車などを積極的に使って水平避難をするのかということを防災計画に示しているなどの事例もあります。亘理町では実際に自動車での避難訓練も行っていたりします。一方で自転車での避難については渋滞の影響を受けにくい、あるいは燃料が不要であるということが
メリットとしてあるかと思います。道路が損壊していたりする場合には徒歩では移動できるけれども自転車では通れないというようなことも考えられますので、お住まいの自治体の防災計画を確認してご自身が適切な津波避難の方法は何なのかということを確認してみてください。SNS でよく見る地震に関する予言はただの当てずっぽうですか？まず地震の予知については現時点では科学的にはほぼ不可能だということが言われています。一方で災害時の SNS というところではこの地震の予知に限らずさまざまなデマを含んだ情報が拡散されることがあります。災害時の SNS に流れてくる情報は多くの有用な情報もあるので見ないようにしましょうと一概には言えません。例えば物資だったり水がいつどこで配給されるのかといった重要な生活上の情報が得られることもありますので SNS に限らずいろんな媒体からいろんな情報を得るということ自体は大切なことです。しかしその中で自分自身がその情報を消費するだけでなく、善意からであっても他の人に向けて再度発信したり拡散するという行為を行うときにはその情報の元が何であるか、ちゃんと公的な機関が発表した資料がついているかどうか、あるいは大手のメディアが報道しているのかどうか、複数の情報がその事象について報道されたり報告されているのか、そういった観点から事実なのかどうかを確認した上で他の人に伝えたり拡散するということが大切になってくるんではないかと思います。ご覧いただきありがとうございました。防災には知る、備える、行動するという3つのステップがあります。今日はこの動画を見ていただいたことでいくつか新しいことを知っていただいたんではないかと思います。この情報が少しでも皆さんの次の備えや行動に結びつくことができれば私としてはとても嬉しいです。